こんにちは。大工の翔也です。今回は階段室に落下防止壁ですね。そして吹き抜け部分に落下防止壁。そして手前にテーブルを作っていきます。自分はね、鉛筆は必ずって言ってるほどこのノミで削ります。鉛筆をノミで削ると切れやむんじゃないかもコメントでよく来てましたけどね、本当に若い時は廃油に金筋ですね、金の輪っかが入った廃油にの 2H、 それぐらいのこの鉛筆になりますとね、確かにこのノミは少し切れやむかもしれませんね。懐かしいですよね。今この廃油に使って書いてもね、目が全然見えませんね。で、実際硬い鉛筆でこの墨しますとね、消しゴムで消した時にどうしてもこの筋が残ってね、なかなか綺麗にならないんで、とにかく柔らかく濃い鉛筆を使ってます。もうですから廃油に使うことに比べたらもう5倍ぐらいこの鉛筆は削り直さんとダメですね。今回のこの落下防止の形なんですけども、本当にね30年ぐらい前の形になるんです。高さはまあだいたい900の高さでカモイを入れるように一丁木を入れてやります。手すり木というかかさ木というかね、カモ入れるように入れて、そしてその横に額縁を回ります。今回のこの形はこのちょうど真ん中にね化粧の柱が立ってるんで、なおさら一本でかさ木を通すことができないんです。ですから額縁だけを通してあってね、1段15ミリ下がったところに細い木を入れる。その木の輪郭で落下防止の壁の形を打ち取りしていきます。今回の落下防止の壁も高さは900です。900で化粧柱に穴を掘って、そしてその穴に合わせて真柱で下地をしていきます。で、なかなかね下地を先してしまいますとね、形はすぐできるんですけども、化粧紋に穴が掘りにくいんですね。なかなか掘れたもんじゃないんで、やはり綺麗に穴を掘ってやって、それに合わせて下地をしていく、その方が順序的にはやりやすいでしょうね。今回のようなこの形の場合はね、上の木を手すり木と言ってもかさ木と言っても台輪と言ってもどれでもいいんですけども、化粧の柱に差し込むのは片方だけになります。ですから化粧柱の方を光ってやってね、そして壁の方は送り込んで、デカドの方はスポンと切った大止めでつけてきます。やはり額縁を回るという場合は縦勝ちとか横勝ちの仕事はまずできませんからね、大止めでして額縁まで止め仕事で回ってきます。
出角の部分はね角だけなんですけども、ボンドをつけてやっていつものつっかい棒で留めてきます。今はねこのコーナーでも留める道具があるんですけどね、やはりつっかい棒にかなうもんってなかなかないですね。でもつっかい棒をかける相手がいないとね、つっかい棒だけはできませんけどね。本当にこの頃はね、この窓枠、入り口枠、どんな場合でも額縁っていうのがなくなりましたね。かえって建材のセットもんですね。建具とか枠材のついたそういう建材の枠材を使った場合の方がケーシングでね額縁がついてますけど、無垢の木でね小穴ついてメチを入れて、こういうこの額縁の仕事って本当になくなりましたよね。形はまあ悪くないんですけど、なんか正直昔の仕事ですよね。本来こうやってもう一本一本やったんですけどね、実際仕事はちょっとしにくくなりますけどね、これが本来の化粧物の収め方だったんですけどね。手すりの角をね額縁を回った場合は角がいくつもできてしまうってことなんですよね。できるだけ柔らかくこの面は取るんですけども、ちょっとこのいつもよりは手に引っかかってしまう、そこが大止めの難点ですね。これで階段の落下防止壁完成ですね。今度は吹き抜け部分の落下防止壁ですね。これも高さ900同じなんですけども、もうまっすぐ一間半9尺1本で上のかさ上げを置いて、壁自体はシンプルな簡単な作りになります。まず骨組みをね下地をしてしまって、その上に化粧のかさ上げを乗せていきます。最近のお宅はね必ずって言っていいほど吹き抜けがありますよね。割と小さめのお宅でもこの吹き抜けを取ってありますね。吹き抜けと共有スペースになるんですけども、この部分でね簡単に6畳間一つ、ちょっともったいないんですけどね、やっぱしこういう空間が必要なんでしょうね。家自体が小さくてもそこだけは広々と開放感を感じますよね。そしてその壁の内側には勉強机がつきます。カウンターって言ってもいいですしね、一間半長さがありますから、いろんな意味で多目的に使えますよね。そしてカウンター材は刃物の剥ぎ合わせですね。なかなかねこんだけ600の幅で1枚もんでってまずありませんからね、30ミリの刃物材を3枚ないし4枚剥いで1枚として作ってあります。家具屋さん綺麗に三段掛けまでしてくれてあるんですけども、正面の上刃の角だけはねこの丸く取りまで仕上げます。やっぱ大図面というかこの丸いのがね、勉強してもパソコンにしても手触りというか肘が当たるんですよね。この肘が当たった時にやっぱりこの丸いのが一番柔らかく痛くないんですよね。でそのように少し大きめで丸く仕上げておきます。
それではカウンターを取り付けていきます。小口にはね、割れ止めのいつものボンドですけどね、塗っておきます。ボンドを塗ることでもう本当に割れは止まってくれますね。カウンターのね、この横の窓から強い日差しがね、もう思いっきり半分ぐらいまで差し込んできます。大きなこのフィックス入ってますから、これものすごく明るい空間になってますからね。そして銅縁で挟み込むように壁の中へ突っ込んで止めるってことですよね。当初はこのカウンター真ん中はね、もう何も入れずに板だけで持つよって言われたんですけど、1軒半あったらもう絶対に持たないんでね、急遽持ち送りの材料を作ってきて、お手製の持ち送りをね作ってつけてやります。持ち送りの形は、直線でも曲線でも何でもいいんですけどね、正直あまり目立たない裏側ですから、このようにね細いこの持ち送り1枚つけるだけでね、もう上に乗っても大丈夫なほど丈夫になるんですね。これをなかなかね板だけで持たそうっていうのは、もう45ミリ入れてもなかなかねギュッと持たれた時は下がりますね。この持ち送りってもうよく考えたもんですよね。丈夫に仕上がります。持ち送りの取り付けはもう裏からビスで留めていきます。ボンドをつけてね表に出ないように、もちろんビスの頭はね軽線で隠しますけども、裏からビスで留めていきます。重要なのは後ろを正規の直角で切らないってことですよね。正面が少しむくるように、直角よりも少しこの後ろを鈍角に切ってやって、そしてつけた時に前が上に自然と上がるように細工してやります。そのことで仮に少し下がったとしてもその時点でまっすぐですからね。で持ち送りのこの後ろのビスはね長めのビスで、数は少し多めにしっかりと揉んでおきます。このビスでね持ち送りを止めるんですからね。そしてパルセンの穴は鴨の共木で埋めてやります。正直見えないんですけどね、これを見る人って子供がかくれんぼした時にちらっと見るぐらいでしょうね。子供ちっちゃい時は家族と共に勉強してもいいですし、ちょっと横着して腰掛けもできますし、幅が広いですからパソコン台でも何でも使えますよね。便利よく使えると思います。これで階段室の落下防止壁、そしてこの2階ホールと吹き抜けの間の落下防止壁、そしてその前のテーブルですね。ここで勉強机にもなりますし、いい空間ですね。以上、大工のシャイでした。